アパートの一室で互いの体に触れ合い笑い合う男女。彼らは一見ごく普通のカップルに見えますが、如果我跟他说我是男孩子，不知道他会愿不愿意我，用不用跟他说一下？あなたはこの女性の声の違和感に気づきましたか？ 2025年7月5日、中国江蘇省南京市。この日、一人の男が逮捕されました。男の名はジャオ。一見すると平凡で地味な中年男性に見えますが、彼には驚くべき裏の顔があったんです。その裏の顔とは、1000人以上もの男性を騙しセックスしたこと。1000人以上もの男性を騙し性行為に及んだ中年男。お世辞にも女性には見えないその変装になぜ多くの男性が騙されたのか。その男が仕組んだのは社会に疲れた心を癒す優しさの罠だったんです。你好、ケンちゃんです。やみやみこです。というわけでね、皆さん僕上海に行きたいんですよ。上海って言えばね、上海ディズニーですね。ああ、上海ディズニーなんてあるんだ。前見たのツイッターでさ、プーさんかなんかを殴ってる動画。どんな世界観なんだろうな。じゃあちょっとそれを確かめてきて、まあ上海って。そうですね。じゃあちょっと今年中に経費で行きます。最悪。嘘です。自費でね、行かせてもらって、上海の社会的な事件とかあったらね、ご紹介できればいいかなと思ってます。というわけでね、今回は、上海ではないんですけどね、そんな中国にまつわる2025年7月に起きた事件なんです。この事件ね、かなり内容が衝撃的でして、女装した中年男性が、のんけのね、男の人を騙してね、1000人以上ともね、性行為をしていたというね、ちょっとショッキングな事件なんですよ、これ。中年の男でしょ？どんな見た目してんのよ。女装してそんな1000人ともってさ、絶対バレるでしょ、いずれ。これ意味わかんないですよね。犯人のね、男っていうのは一体どんな手口で他のね、男性たちを次々と騙していったんでしょうか。画面越しの美女。2024年某日、中国江蘇省南京市。とあるアパートの一室の玄関前には一人の男性が。彼の名前はウェイ。ウェイはスマホ画面に表示された住所を何度も確認し、落ち着かない様子でドアが開くのを待っていました。やがて玄関先に現れたのは茶髪を長く伸ばしたマスク姿の女性。君がホンジェ？ホンジェと呼ばれたその女性は目を細めてうなずきました。ウェイは周囲を気にしながらさらに質問を続けます。ライブでも言ってたけどさ、タダでさせてくれるって本当？ホンジェは再び笑顔でうなずくと、その部屋にウェイを招き入れました。初対面にもかかわらず意味深なやり取りをする二人の関係性は一体。彼らの出会いはこの時から数日前に遡ります。本ジェのアパートへ訪れる数日前、仕事が休みだったウェイは何気なく TikTok を眺めていました。結構美人じゃん。スワイプした画面に映し出されたのは南京本ジェという女性のライブ配信。色白で赤い口紅が映えるその美貌にウェイは思わず目を引かれました。すると、私今一人なの。寂しいわ。誰か会ってくれる人いるかしら。お金はいらないから。配信の最中、無料の性行為を匂わせる発言をし始めた本ジェ。ただでこんな美人を抱けるってマジかよ。本ジェの妖艶な振る舞いに興奮したウェイは一か八かで彼女へメッセージを送信すると、意外にも本ジェからはすぐに返信があり、ウェイは数日後に彼女と会うことになったのです。本ジェから待ち合わせ場所に指定されたのは南京市にある質素な賃貸アパート。玄関先に現れた本ジェを前にウェイは思わず顔をほころばせますが、同時にある違和感を覚えていました。なんか思ってたのと違うな。マスクをしていて顔ははっきりとわからないものの、出てきたのはやけに厚化粧で大柄な女性。ライブ配信上の本ジェとはどこか違うように見えたのです。ウェイがそう感じたのも無理はありません。本ジェと名乗るその女性は本当は37歳の男だから。男の本当の名前はジャオ。ライブ配信上で彼が美女に見えたのは画面を通した加工技術を駆使した結果でした。ロングヘアのカツラと厚化粧で素顔を隠し、小顔や美肌エフェクトを使って若く美しく見えるように加工。体型をごまかすために胸パッドを入れ、服装は体のラインが分かりにくいワンピースやスカートなどを身につけていました。その上でボイスチェンジャーを使い、女性の声に聞こえるよう調整。このようにしながらジャオは不特定多数の男性を誘惑し、性行為に誘っていたのです。今はね、ライブ配信とかであっても、リアルタイムであっても加工技術すごいじゃない。だとしてもネット上ならまだしもね、実際にあったらさすがにウェイも実際そうだけど、ちょっと違和感抱いてんじゃない？バレるんじゃない？これさすがに。それがこの後もね、ジャオは巧みな騙しの手段を用意してるんです。
ジャオに誘われるまま部屋の中へ案内されたウェイ。ジャオの容姿に違和感を覚えた彼はその顔をまじまじと覗き込みますが、やだ、恥ずかしいからあまり見ないで。ジャオは小声でそうつぶやくとうつむいてマスクを引き上げます。この後もジャオはまるで耳元で囁いているかのような小声で話し続けました。それは本来ののぶとい声を隠すためでしたが、顔を見せたがらないことも合わせ、男性から見れば恥ずかしがり屋で控えめな女性のように映るのです。そしていざ行為に及ぶ時になると、ジャオはまたうつむきながらこう口にします。恥ずかしいわ、電気を消したままでお願い。さらにウェイが下半身に手を伸ばそうとすると、ジャオは次のように制止。ごめんね、生理中で口でしかできないの。本ジェは女性であるという先入観を持っている男性たちはそうやってうまくかわされ、彼が本当は男だと気づかないまま性行為に及んでいたのです。しかしジャオの容姿は冷静に見れば明らかに男そのもの。被害者の中には当然その正体に気づく人もいました。ところが彼らはジャオが男だと分かった後もそのアパートへ通い続けたのです。相手が男性だって分かってるのになんでまだ通い続けんの？だって騙されてるって気づいてるわけでしょ？これがね、この事件の闇深いところなんです。一体なぜね、被害男性たちはジャオが男性だと分かった後も関係を持ち続けていたのか。引き返せない男たち。ジャオが不特定多数の男性と関係を持つ生活を続ける中、当然彼の正体に気づく男性もいました。お前、なんで弾がついてんだよ。男そのもののジャオの体に激しく動揺し憤る男性。するとジャオはうつむきながら小さな声でつぶやきました。騙して本当にごめんなさい。でももし私と最後までしてくれたらお詫びとして300元渡すわ。これで許してもらえない？困ったように眉を歪め上目遣いで男性を見つめるジャオ。必死に関係をつなぎ止めようとする恋人かのようなその振る舞いに男性の怒りは次第に薄れていったのです。まあせっかく来たしな。乾いた笑い声を一つ漏らすと、男性は再びベッドに腰を下ろしジャオに手を伸ばしました。何？男性はジャオが男性だって分かった上でも行為に及んだってこと？いくら謝られても普通はそうはならないんじゃないの？被害男性はね、せっかく来たしって言ってましたよね。これね、中国人特有の考え方なんです。というわけで本日のメトラキーワード、ライドウライライについて。ライドウライライとは中国の言葉で、ここまで来たのに何もせずに帰るのはもったいないという意味。今回の事件ではジャオが男だと気づきながら行為に及んだ被害男性が使ったことで注目されました。ライドウライライは心理学ではサンクコスト効果と呼ばれる現象。人間は今やめたらここまでにかけた時間やお金がもったいないと感じ、合理的な判断ができなくなることがあるのです。特に中国社会ではメンツを守ろうとする文化が根強く、サンクコスト効果が働きやすい側面があるとされています。騙されたことを認めたくない、恥をかきたくない、世間体を気にするそのプライドもあって、被害男性たちはライドウライライの言葉で自分を納得させ、ジャオとの行為を正当化していたのです。ジャオは男性をアパートへ呼び出す際、サンクコスト効果がうまく働くよう次のように告げていました。セックスのお金はいらないから油とか果物とかちょっとした手土産をちょうだい。すると無料で性行為ができると考えていた男性たちも多少のお金を使うことになり、何もせずに帰るのはもったいないという気持ちになりやすかったのです。それでも日本人の感覚であってももったいないっていう感覚にはならないと思うけど、また中国人の方はちょっと感じ方が違うのかもしれないこれね。しかもね、これ男だってね、分かっててもったいないなって気持ちだけでね、一回行為に及んだとするじゃないですか、はい、次は来ないわけじゃないですか、でもそれでもね、来る人がいたっていうことは、ジャオはね、男性たちを虜にするある術を持っていたんです。ジャオが男だと気づいた後も何もせずに帰るのはもったいないという心理から行為に及んでいた被害男性たち。彼らがその後何度もジャオの元へ通い続けたことにはまた別の理由がありました。なんだか疲れてるみたいね。仕事で何かあった？実は上司との折り合いが悪くて仕事を辞めようと思ってるんだけど、生活もあるし家族になかなか言い出せなくてさ。男性はジャオに問われると、家族の前では話せない弱音を吐き出すように語り始めました。そう、被害男性がジャオの元へ通い続けるのは、彼が愚痴や不満を否定せず全て受け止めてくれるから。ジャオは男性たちの前で常に聞き役に回り、彼らの無二の理解者になるべく立ち回ったのです。それは男性であるジャオだからこそできる男性心理を理解し尽くしたおもてなし。その包み込むような優しさにまるで母親みたいだと話す男性もいたといいます。ジャオは男性のタイプに合わせて役割を自在に演じ分けていました。真面目な男性には優しい言葉をかけてプレッシャーをほぐし、若者には包容力のある姉のように振る舞う。外国人なら英語を巧みに使い、中国での暮らしをサポートする。そう、ジャオは騙しの手腕に秀でているだけでなく、類まれなるコミュニケーション能力の持ち主だったのです。
すごいわね。だから男性たちから見るといつの間にか癒しの存在になっちゃうってことよね。こう見てくると何が悪いの？悪じゃないように見えてこない？騙されちゃいけないんです。これ悪と言えないなら刑事事件にもならなかったですし、逮捕もされてないはずですからね。ジャオの優しさの裏にはね、男性たちが想像もしなかった真の目的が隠されていたんです。優しさの裏側。今日はありがとう。ジャオとの行為を終えた男性は身支度を整えた後、まるでつきものが落ちたようにすっきりとした顔でそう告げた。気をつけてね。またいつでも来て。にっこりと微笑み、男性に向かって手を振るジャオ。彼の柔らかな表情に男性も嬉しそうに微笑み返した。そして男性がその部屋を出た後、玄関ドアが閉まると同時にジャオの顔から笑顔は消えた。彼は無言のまま部屋のある一点に向かって足早に歩き出す。たどり着いた先でジャオが物陰から取り出したのは1台の小型カメラ。ジャオはカメラから SD カードを取り出すと、それをパソコンに差し込んだ。画面に映し出されたのは先ほどまでの男性との行為の様子。一部始終が録画されていることを確認すると、ジャオは満足げに口元をつり上げた。それは男性を見送った時に浮かべていた柔らかな微笑みとは全く異なる欲に満ちた笑みだった。これでまた稼げるぞ。そこからインターネットブラウザを開いたジャオはアダルトサイトにその動画をアップロードした。ジャオは無償で性サービスを提供すると言って男性を誘っては、その男性との行為を盗撮していました。彼は有料会員制のアダルトサイトへそれらをアップロード。1本あたり150元で無修正の動画を販売し収入を得ていたのです。ジャオが投稿した盗撮動画は1000本以上とも言われ、同程度の数の被害者がいると考えられています。ただほど怖いものないっていうのはこのことね。まさになんかおかしいと思ったのよ。何のためにさ、女装までして男性と行為に及んでるのかなんかよくわからなかったもん。ほんとそうですよね。僕としてはね、動画をアップしていたのはジャオの自己顕示欲によるものなんじゃないかなと思いましたけど、これだけの男性と寝たんだぞと世に示してね、注目されたかったのかもしれないんです。多くの男性を騙し大量の盗撮動画を販売していたジャオ。一方、それだけの数の怪しい動画が出回っていれば警察に目をつけられるのも時間の問題でした。2025年7月5日、南京市公安局はジャオを逮捕。電波隠賄物品罪の容疑で刑事拘留しました。直接的な関係は確認されていないものの、被害者のうち3人が HIV 陽性と診断されたという情報も。もしジャオが意図的に感染を広めていた場合、死刑になる可能性もあるとされています。そして事件は彼が逮捕されて終わりではありません。事件発覚後、ジャオの盗撮動画がサイトから流出。被害者たちの映像は次々と拡散され、世間から侮蔑の目が向けられたのです。中には身元が特定され職場にいられなくなったり、家庭が崩壊してしまったという男性も。フィットネスインフルエンサーであるチーヤンは自身が被害者であることを公表。彼は毎日大量に届く誹謗中傷に耐えられなくなり、南京を離れて一時的に身を隠しているといいます。無償で性行為ができるという甘い誘惑に身を委ねた結果、被害男性たちは人生を崩壊させるほどの計り知れない代償を背負うこととなってしまったのです。またこの事件は中国人男性の社会における肩身の狭さを浮き彫りにしたともされています。中国では男性が女性よりも約3490万人多く、恋愛や結婚の競争が激化、経済の低迷や高額な結納金、売春の厳罰化なども重なり、性生活に困る男性は増加の一途をたどっているのです。そんな時世においてジャオの提供したサービスは、男性たちが現実世界では得られないニーズを低コストで補う役割を果たしていました。単に性欲を発散したい気持ちだけではなく、優しくされたい、自分を否定せずに受け入れてほしいという誰にも言えない心の渇き。ジャオはそうした社会に取り残された男性の弱みにつけ込み、彼らを食い物にしていたのです。人間は誰しも心のどこかに満たされない思いを抱えているもの。偽物だとしても心の隙間を埋めてくれる存在と出会った時、皆さんは本当に自分は絶対に騙されないと言い切れるでしょうか。